Siapa siapa? Poproszę 2 kilo. Boleh. 1人なしでどうやってた？Dobra. Proszę. Dziękuję. Jaka zobacz. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 皆さんこんにちは。あやこキッチンにようこそ。本日はポーランドで採れた夏の美味しいフルーツ、あんずとブルーベリーをふんだんに使ったすごくリッチなジャムの作り方、そして保存方法、ジャム作りの全工程を詳しく紹介していきます。水でよく洗ったあんずを半割りにして種を取っていきます。このようにあんずの割れ目から一周ぐるっとナイフを入れます。あんずをぐるっと回すときれいに2つに割れます。次にあんずの総量の 50% の砂糖を加えます。あんずに砂糖をまぶします。虫が寄ってこないようにカバーしてこのまま一晩放置します。ブルーベリーはフルーツの総量の 40% の砂糖をまぶします。こちらも同様にしっかりカバーをして一晩そのまま放置します。ジャムを煮詰める前に瓶を煮沸して殺菌していきます。大きめの鍋にたっぷりのお湯を用意してそこにペーパータオル敷きます。布でもいいです。そしたら瓶を入れていきます。お水が全体にしっかりかぶるようにしてください。そして最後瓶を引き上げるのに道具が必要になってくるのでトングとか菜箸、こういったものもついでに鍋に入れておきます。お湯が沸騰したらこのまま約10分ほど煮沸します。ちなみにこの瓶の上の方に少し空気が入ってしまっています。空気がなければ一番いいんですが、入ってしまった場合は煮沸の途中で瓶を転がしてまんべんなく熱が通るようにしてください。煮沸を開始してから約10分経ちました。そしたら瓶を引き上げていきます。このようにトレイにペーパータオルを敷いたものを用意しておいてください。この瓶最初逆さまにしましたけど、中の水気が少し取れたら熱いうちに上に向けておくと中の水滴がきれいに乾きます。そして空気中の雑菌が入らないように上に1枚ペーパータオルかけておくことをおすすめします。はい、こちら一晩置いておいたあんずです。あんずからしっかり水分が出ました。そしたらこの中にあらかじめ輪切りにして種を取っておいたレモンを入れて、こちらのレモンはもともとのあんずの個体が酸っぱかったり甘めが好きな人は入れなくてもいいです。私はちょっと酸味が効いたものの方が好きなので入れてます。強火で加熱していきます。はい、こちらもお砂糖入れて1日経ったブルーベリーです。ブルーベリーは皮がしっかりしてるのでお砂糖はそんなにきれいに溶けません。まず火にかける前に全体よく混ぜてください。そしたら火にかけていきますが、強火じゃなくて砂糖が溶けるまで最初だけ弱火にかけます。このぐらいお砂糖が溶けて水分が出てきたらレモンを入れて強火にかけます。ジャムが沸騰状態を保ったままなるべく強い火で煮ていきます。アクが浮いてきたらアクも取ります。こちらもジャムが沸騰してきたらアクが上がってくるのでアクをすくいます。吹きこぼれそうなら少し温度下げて調整してください。たまに鍋底をかき回してください。かき回さないでおくと鍋底で果肉が焦げてしまったりする可能性もあります。
このぐらい粘土がしっかりついてきたら中火にします。はい、こちらあんずジャムを煮て約20分ほど経ちました。今すごい熱々なんで、多分見た目では粘土がどのぐらいついてるのかわからないと思いますので、それをチェックする方法をお見せします。こちらグラスによく冷えた水を用意します。この中にボタボタっとこのようにグラスの底にあんずジャムが固まりました。ジャムが粒状に固まれば OK です。もしあんずジャムがお水の中全体にブワって広がってしまうようだったら煮詰めが足りないと思ってください。はい、ブルーベリージャムも煮始めてから約20分ほど経過しました。こちらの粘土をチェックする時なんですが、あんずの時のように冷たいお水に入れてもブルーベリーの場合はバラバラっとお水の中で散らばってしまいます。なのでお皿に少し垂らしてこちらを冷まして粘土を見ます。はい、こちらしっかり冷やしたブルーベリージャムです。こうやって触ってみてしっかりゲル化すれば OK です。ジャムを熱いうちに瓶詰めしていきます。ジャムの縁より5ミリ下ぐらいの高さまでジャムを詰め込みます。もし縁にジャムがついてしまったら清潔なペーパータオルなどで拭き取ります。はい、鍋に沸騰したお湯を用意します。鍋底に布かペーパータオル敷いてください。その中にお水の量はジャムが半分ぐらい浸かるぐらいまで入れてください。そしてこのまま20分沸騰状態をキープします。こちら煮沸を開始して20分経過しました。そしたらジャムを引き上げていきます。そしてこれとっても大事な作業です。じゃあ脱気をします。少しだけ開けてすぐに閉め直します。はい、最後このようにジャムの蓋の表面がへこんでいれば成功です。ブルーベリージャムをのせたパンケーキいただきます。生で食べて美味しいブルーベリーをジャムにするとすげえうまい。時間をかけずに短時間でさっと煮たことによってきちんとブルーベリーのフレッシュな香りが残ってます。甘酸っぱくってすっごいリッチな味がする。動画をご視聴くださりどうもありがとうございます。ジャムは長期保存が可能なので通年を通して美味しいフルーツの香りが楽しめます。そしてこのあんずジャム菓子作りにも結構重宝します。なのでこちらのあんずジャムを使った美味しいお菓子の作り方も紹介していきたいと思っています。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録もお願いします。